皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の6月の4日火曜日ですね。時間がまたしても47分ぐらい遅れまして、今日本時間の夜の9時17分ということです。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、新しいコラムとしてですね、重要記事精読ということで、これはヤフーニュースの、特集編集部っていうのがあるんですね。なかなかいい記事を書くところなんですけど、ここが書いた、配信した今年1月かな、の記事なんですね。日本の人質司法をどうするのかと、長期拘留や自白延長に国際社会の批判ということで、かなり長い、記事なんですけど、この記事の中に鹿児島のですね、志布志町のものすごい人権事件というか、いわゆるどうでもいいような公職選挙法違反、なんか県知事選で、強要したと、1人当たり3000円とか4000円の食事を強要したと、票の取りまとめをするためにというでっち上げでですね、いわゆる鹿児島の本当の過疎の村村民を志布志署ですね、鹿児島県警志布志署の特攻刑事がものすごい拷問的な取り縛りをして取り調べをしてですね、その中から自殺未遂者まで出したと。で結局裁判で無罪になったんですけど、冤罪事件ですね、有名な冤罪事件ですね。でこれを非常に、詳しく取り上げてますんで、今日のメインテーマは新しいコラムとして重要記事を、精査しようと、精読しようということです。今日のワイワイニュースライブ通算で2791回目ですね。今日もなぜかですね、Facebook がまだ利用、不可処分が通知が来ないんで、今日も二元放送が可能になっているということで、音声も映像も今のところ問題なく配信されているということですね。ということで今日火曜日の放送を始めたいということで、最初はですね、昨日月曜日の放送メインテーマ、安倍晋三ら政治権力側は2020年東京オリンピックを復興五輪にして、東電福島第一原発大事故による東日本住民3000万人被爆の事実を隠蔽しようとしていると、こういうテーマで、昨日放送したんですけど、早速ですね、このようなこっちか YouTube にアップしてくれてる人がですね、こういう表紙を毎回作ってくれてるんですね。で隠蔽と、東日本住民3000万人被爆を隠蔽しているということで、ここにあれですね、東京放射能オリンピックのマークがついているということですね。で、現時点での視聴者数はツイキャスが316名と、から YouTube がなぜか少なくて193、それから二元放送の Facebook ライブで44名ということで、全部で553名ですね、ということです。そして、明日水曜日は普通ならば語学の授業があって、ずっと7月いっぱいまでお休みさせてもらってるんですけど、たまたまなんか教師がですね、海外に行くということで休校になってますんで、
明日は普通日語放送を久しぶりにお送りするということです。で、今日の画像ですね。今日の画像はこれ朝鮮日報かな、朝鮮中央通信か、韓国のこれが大誤報したんですね。要するに、キム・ヨンチョル労働党副委員長、これがこの前のシンガポールでのキム・ジョンウンとからトランプとの首脳会談が決裂した責任を取らされて、このキム・ヨンチョル労働党副委員長が、強制、収容所に入れられたと、粛清されたという報道をしたんですけど、これが全くの嘘だということで、誤報だったということで、彼がですね、ここの一番端の丸いところにいるんですね。これはキム・ジョンが、2日ですね、6月2日に鑑賞した軍人家族芸術公演と、これに、このキム・ヨンチョルも出席してたということなんですね。これは今日のハンギョレ新聞で社説で、朝鮮日報、朝鮮中央通信じゃないや、朝鮮日報だ。朝鮮中央通信というのは北朝鮮の通信会社ですから、この大誤報をした韓国の新聞、朝鮮日報だ。朝鮮日報は間違っても責任はない式の北朝鮮報道はやめよというハンギョレ新聞の社説ですね。これです。そして2日目は今日のメインテーマで取り上げますけど、日本の人質司法のこれは記事ですね。この記事の中に、掲載されてた欧米の主要国で被疑者はどう扱われるのかというのはちょっと小さくて読めないかもしれないですけど、アメリカ取り調べ時間逮捕から数時間48時間以内に数時間と、からイギリス逮捕から24時間以内に短時間と、フランス警察段階では短時間、予審段階では1回につき長くて数時間を数回と、ドイツ重大事案の起訴前勾留は日本より長期間に及ぶものの、警察での取り調べは1回ないしは数回程度と、検察官による取り調べは重大事案でも1回行われるかどうか、通常はほとんど行われていないと。イタリア一定の重罪では最長1年6ヶ月の身柄拘束が可能、検察官は被疑者の取り調べを行うことが可能だが実際にはほとんど行われないと。司法警察官は取り調べできないということで、警察の取り調べがないんですね。検察だけなんですね。だからこっちもう隣の行ですけど、取り調べの位置づけ、アメリカ取り調べの主眼は事実の解明というより被疑者に証拠の強さを示すことなどにより捜査公判に協力する態度にさせることだと。日本は自白させることですからね。からイギリス説得や追及により真実の供述を得るということよりも被疑者の弁解を聴取することに重点と。イギリスフランス否認している予審対象者を説得して真実を語らせるというものではないと。ドイツ事実関係を淡々と質問することが多いと。イタリア被疑者が取り調べで自白することは期待されていないため取り調べを行うことはほとんどないと。取り調べの目的は真相解明ではなく被疑者に弁解反論の機会を与えること。
だから警察、検察の被疑者を取り調べる目的がもともと違うんですよね。日本の場合はあらゆる手段を持って自白させるということが主眼になってるんですけど、欧米の主要国、ここではアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリアでは、被疑者の主張を聞き取る、あるいは被疑者の弁解を聴取すると、あるいは捜査や公判に協力させるように説得するということは、だから根本が違うんですよね。それと私が前書いたブログの記事から取り出したんですけど、警察、検察による容疑者の勾留期間の国際比較っていうものですね。で、カナダが1日、フィリピンが1日半、米国が2日、ドイツが2日、ニュージーランド2日、南アフリカ2日、ウクライナ3日、デンマーク3日、ノルウェー3日、イタリア4日、ロシア5日、スペイン5日、フランス6日、アイスランド7日、トルコ 7日半、7.5日、オーストラリア12日、イギリス4日、ただしテロ事件の場合のみ28日と、日本23日、内乱罪の場合のみ28日と、もう世界最悪なんですよ。最長なんですよ、これ、日本。普通、ほとんどの、いわゆる民主的と呼ばれる国、は1日からせいぜい、7日、オーストラリアが12日と、特別に長いんですけど、こんなもんですよ。ほとんど 1日か2日か3日か4日か5日。長くてオーストラリアの12日と。日本が異常に長いと。これはもう完全に江戸時代のいわゆるお白洲ですよね。大岡越前守の北町奉行、南町奉行が奉行所がですね、目をつけた容疑者をひっ捕らえて、拷問にかけて自白させ、そしてお白洲に引き出して一方的に判決を下すというのが江戸時代、そして、明治大日本帝国憲法によってですね、天皇に最大の全ての権力を与えるということの中で、特攻警察がまさにその江戸時代のお白洲の自白強要拷問取り調べ、を認めたわけですよね。でそれが戦前からずっと戦後も続いて、現在も続いていると。これが人質司法の日本独特のですね、最悪の状態なんですね。でそれをどうにかしなくちゃいけないということを、ほとんどの野党政治家はそれをメインとして戦ってないということですから、そのままずっと続いていると。でようやくカルロス・ゴーン日産元会長がの人質地方で長期拘留をさせられ、その間拷問的な尋問もあったということが世界に知れ渡って、ようやく日本のこの人質地方の異常さが白日のもとに、世界的に、その悪評が知れ渡ったという中で、それじゃあ具体的にどうするのかという動きが、野党もほとんど動きがないですよね。ということですね。まあ、昨日の東京5人の東京オリンピック復興五輪ということで、一番深刻な事態である3000万人の被爆
の真相、そして異常なほど被爆によるがんの発症が増えているということが隠蔽されているということ、これがそのまま通っちゃってる異常な日本というのと、人質司法が批判されてもそのまま何ら改善されることもなくそのまま続いてるのと全く同じでしょうね。ということです。今までのところをアップしますね。表紙ですね。復興五輪と。だから五輪というオリンピックっていうのは何か神聖なもので、誰も批判できない神聖なものというのが洗脳されてるんですね。それと復興という名のもとで、これもまた誰も批判できない復興は神聖なものだ。だから五輪、復興五輪だと。2020年東京オリンピックは復興五輪だということだから、神聖なるものが二重になってるんですね。オリンピックという神聖なもの、それに復興という神聖なものが掛け算になっているということで、復興五輪の東京オリンピックを批判するとは何事かというふうなキャンペーンが張られているということですよね。から昨日の放送の現時点での YouTube のあれが少ないっていうのは、視聴者数が少ないっていうのは何なんですかね。ツイキャスの場合はほぼ毎回一定してるんですよね。マイナス1。これですね。それから明日の水曜日は語学の授業が休みなんで、普通日放送をやりますという久しぶりですね。個人的にはオリンピックに神様は感じませんと。まあそうですよね。でもそういう人は圧倒的な少数派だと思いますね、日本ではね。もともとオリンピックっていうのがなんかギリシャで都市国家間で戦争をしているという中で、そのオリンピックの期間中は休戦して、平和な戦いにすると。武器を捨てて裸のままで、武器を持たない、競技で勝負するというふうなグーテンベルグですかの神話的なですね、でっち上げですね、一種のねでっち上げが世界的に、普及してんじゃないですか。だからオリンピックっていうのは神聖なものだと、大変な栄誉だと。東京でオリンピックが1964年以降50何年ぶりに開催されるのはものすごくすごいことなんだと。これは安倍首相の外交力の賜物だろうというようなでっち上げの神話がですね、マスコミ電通等々が流布しているということで、ほとんどの日本国民はそれに洗脳され、思考停止状態になっているということじゃないですかね。
砂月金さん、虚偽、復興五輪、被災者の犠牲の上の砂上の楼閣と、そういうことですね。それと、明日の放送ですね。から今日の画像ですね。最初は朝鮮日報の大号砲ですよね。これなんか朝鮮日報が北朝鮮筋の匿名の情報提供者からの情報をそのまま記事にしちゃったということで、前も何回かあったみたいですね。それと欧米の主要国で、被疑者はどう扱われるかということですね。から私のブログ記事から取った各国の警察検察により容疑者の拘束期間の比較表ですね。日本が異常に長いですね。23日。そのことをほとんど改善されてないんですね。批判はされるけど一向に改善されないって一体何なんだと。まあこれはもう政権を変えるしかないんですね。法律を変えるということですから。ということです。で今日の一言ですね。これは昨日のブログの記事ですね。安倍晋三ら支配勢力は2020年東京オリンピックを復興五輪にして東電福島第一原発大事故ですね。これは国際原子力事象評価尺度っていうのはですね、イネスっていうのはですね、インターナショナルニュークリア&ラジオロジカルイベントスケールって言うんですね。イネス。この評価で最悪の7なんですね。だからチェルノブイリとから福島原発大事故、この2つしか史上ないんですよね。で、もう一つアメリカの、スマイリー島かな、スリーマイル島だ。スリーマイル島で1979年に起こったこの事故、これはイネスではレベルが5なんですね。事業所外へのリスクを伴う事故ということなんですけど、この3つ、史上3つしかないんですね。これほど重大な事故を起こしたのは。その最悪の事故を起こした福島第一原発事故、これを復興五輪にするというふうにでっち上げて、最大の事実である東日本住民3000万人が被爆し、現在も被爆され続け、そして当然ながら被爆による各種のがんが異常なほどの率で大量発症していると。そのことを隠すために復興五輪にしているということなんですね。で、この昨日の記事の中からの私の言葉ですけど、1、もしも2000バツバツ年にモスクワで夏季オリンピックが開催されるとして、もしもロシア政府とオリンピック組織委員会がロシア復興五輪を掲げて聖火リレー出発点をチェルノブイリ
に決定し、そこから聖火リレールートを放射能汚染地帯にすると決定したら、当然ながら猛烈な批判が起こって実現なんか到底できないんですね。で同じように、もしも2000バツバツ年にニューヨークで夏季オリンピックが開催されるとして、もしも米国政府とオリンピック組織委員会がアメリカ復興5人を掲げて聖火リレー出発年をこのスマイリー島、スリーマイル島に決定し、聖火リレールートを放射能汚染地域にするとしたら、当然ながら猛烈な批判が起きて実現なんか到底できないと。しかし同じようなことが起こると、安倍自公政権とオリンピック組織委員会が2020年東京オリンピックを復興五輪と位置づけ、聖火リレー出発年を福島第一原発から30キロしか離れてないサッカー場に決定し、初日の聖火リレールートをすべて放射能汚染地域に決定した。この決定に対して何の批判も起こらず、そのまま実現してしまうのは、日本というのは一体何なんだということですよね。この摩訶不思議なことが日本で起こっちゃってると。1、2、3ですね。田中セブンさん、コンティニューコイン、司法消極主義、主権者が憲法について公的に正論を提起できないと。そういうことですね。だから憲法裁判所がないからですよね。そして歴代自民党政権は日本国憲法をいわゆる一番本来は国の最高法規なんですけど、最低法規にして位置づけて、国民に知らせないという政策を一貫してずっともう70年以上やってるから、日本国民にとって、日本国憲法の中身を知る機会っていうのがほとんど奪われてきたと。だから知らないんですよね、憲法っていうのは。せいぜい9条ぐらい、9条も知らない若い人が多いという中で、安倍としてはこの日本国憲法を亡き者にして戦前の大日本帝国憲法に差し替える最大の機会だというふうにして車力になっているというのが今の現状でしょうね。今日の一言。1、もしもモスクワオリンピックが決定して、ロシア政府とオリンピック組織委員会がロシア復興五輪を掲げて聖火リレー出発点をチェルノブイリに決定したら、チェルノブイリ原発、今あそこはもう誰も住まない死の町になってるんですね。だから石棺で覆われてるチェルノブイリを起点にすると。そしてそこから誰も住んでないいわゆる移住強制地区をずっと一巡して、聖火リレーが回るというふうにロシア政府とモスクワ五輪組織委員会が決定したら、そんなことは到底猛烈な批判で実現できっこないということですよね。
菜食ヒーローさん、山崎さんは第二次安倍政権が発足した時、今の現状を予想してましたって、私はずっと批判してましたよね。だから、2000年に、小泉純一郎が国民の 80%、90% の支持、熱狂的な支持を受けて登場した時も、こいつはファシストだと言って、全くの少数派ですけど、私は反対して、で杉並でですね、30名ぐらいの、小泉政権誕生弾劾、打倒集会を行ったことなんですね。で、安倍が第一次安倍が1年で、終わって、第二次安倍が登場した2012年12月、これがまさにファシストの本格的な登場だということで、憲法改正するということは批判してましたけど、でも徹底的にこれほどまでやるかというところはそこまでは想像してなかったですね。これロシアですよね。からアメリカ3マイル、からイネスにおいてはチェノブイリっていうのは福島と同じ最悪のレベル7なんですね。深刻な事故なんですね。そして、3マイル、ニューヨークオリンピック、3マイルを聖火リレーの出発点にすると。そして汚染地域を聖火を掲げて回るという決定をしたら、猛烈な批判で到底実現なんかできこないと。同じようなことが東京オリンピックでほとんど何の批判もなく実現しちゃうっていうのは一体どういうことなんでしょうと。だから大地震で被災したものを復興するというところに、五輪復興五輪といういわゆるさっき言った誰も批判できないようなものをでっち上げたんですね。これが巧妙ですよね。聖火リレー出発点を福島原発から30キロ足らずの30キロしか離れてないサッカー場 J ビレッジに決定し、そこから1日目は到底人が住めない、帰還困難地域、ほとんど全ての地域を網羅して、聖火ランナーに走らせると。特に、昨日の特にですね、浪江町、これですよね。で、この浪江町っていうのがほとんどこのピンク色の帰還困難地区、帰還困難地区ってことはチェノブイリ法では強制移住なんですね。放射能に重度に汚染されてるから人は住めないというところなんですね。でこの浪江
浪江町を横切るんですよ。横切って南相馬市に抜けると、こういうとんでもないことを聖火ランナーに強いるということが、何の批判も起こんないってのは一体何なんですかね。聖火をガイガーカウンターに変えて走ってる。そうですよね。だからもう誰も走るなと、誰も手を挙げんなと、安倍が走ると、あるいは東電の社長勝俣以下、原発事故の責任者全員が贖罪のために聖火ランナーになって走ると、そういうことだったらみんな物手を挙げて賛成するんじゃないですか。ですから安倍晋三をはじめとする自公ファシスト政権の幹部連中、菅官房長官、あるいは麻生副総裁等々、前安倍内閣の閣僚、御用学者、そうですね、ランナーになると。それからいわゆる原子力マフィア、原子力村の連中、東電勝俣以下の責任者全員、そして御用学者、東京大学の原子力の御用学者、あるいはゼネコン、あるいは日立とか三菱とか東芝の原子力原発メーカー、あるいはそこに融資している大銀行の頭取以下の経営者たち、そしてマスコミですよね。彼らと協力して、大本営発表を垂れ流しているマスコミ幹部全員走ると、こういうことでしょうね。ということは今日の一言ですね。今日の推薦図書ですね。今日は第91回目の朗読ですね。第3章、第4章か。そうですね。第4章だ。失礼しました。第4章の、一番石井幸喜さんが言いたかったことですね。構造改革のための25のプログラム。その第一節、官企業の全廃がもたらす経済の覚醒ということで、1と2読んで、今日は第3ですね。4か。4だ。プログラム4。日本道路公団の借金は20年で償却するという。ここですね。ここですね。ここ読みますね。日本道路公団については民営化せよとの意見もあるが、請求な民営化論は正しくないと。もう民営化されちゃったんだね。なぜなら公団には多額の借金、料金収入が入ってくるため、新規建設を止め、利権による収奪システムを再編しさえすれば、国民の大きな負担で、作られたこの道路という資産は将来、孫子の世代ではあるが、日本経済に貢献することができるからであると。近い将来の民営化となれば、27兆円平成1年、2年、現在も11年だ。平成13年現在もの借金を引き受ける民間組織はありえないと。から結局国鉄生産事業団方式のように一旦別枠の
名実ともに国民の借金の形に付け替え計上せざるを得ないと。民営化された会社の株は現状ではマイナス評価だから全額、政府保証となると。これではいずれにしても民営化とは言えないし、特殊法人廃止の趣旨とも矛盾すると。しかも形式上の経営形態が株式会社となれば、経営方針、経理、財務状況について、原則的に、国会は口を出せないと。法令で、経営、経理の内容を規制することは構造改革の趣旨にも反すると。これでは最終的に27兆円を国民の負担にされた国鉄の鉄を踏むことになりかねないと。また現状では採算の取れる路線は東名、東北、名神などに限られているので、経営の分割は極めて困難であるし、一方基幹道路となった多くの不採算路線を営利的観点からのみ、捉えることには問題が出ようと。結論的に日本道路公団の民営化は民営化は15年早いのだと。では国民の立場からどうしたらよいのかと。現状の財務状況をもとに改革の方向を探ってみようと。道路公団の経営は国の補助金を除き収入は21.2 兆円、主に通行料しかないのに借金返済は3.3 兆円という恐るべきサラ金地獄状況にあると。にもかかわらず厚かましくも約3兆円の新たな借金をして道路を作っていると。別の言い方をすれば収入を丸々当てて新規道路を作り借金返済のために借金をし、それでも足りない返済部分に税金を注ぎ込んでいるのであると。この地獄状況から脱出する道は一刻も早くか日本道路公団を廃止し、財務省の直轄管理とし、同時に新規道路建設を全面ストップすることから始めなければならないと。財務省の直接管理となれば、組織の仕事は借金返済と既存道路の維持、管理だと。返済すべき借金額は年間で 3.3 兆円もあるが、これは次のような方式で捻出できると。すなわちまずは料金収入などの 2.2 兆円、次に公団ファミリーの道路サービス機構ハイウェイ交流センターの両財団法人を廃止し、彼らが独占している収益事業を直接管理することによって約4000から5000億円の収益を見込むと。さらに公団が保有している、有給土地および、支社等の土地資源購入価格 1.5 兆円余りの売却を行い収入を確保することも必要であると。その他子会社、孫会社の整理などによる収入も計上できると。これでも完全な返済には足りないので、当分の間7000から8000億円程度の借入金、公団債等が必要となろうと。これは当然、前言していくと。新規工事の中止と補修等でのファミリー企業への高額な工事発注をやめ、天下り高額退職金の廃止、人件費の減少、管理費の軽減等によって
収入は少なくとも年間2.6から2.7兆円は改善されると考えられると。今後、維持、補修事業は公正厳格な競争入札で発注し、現在ある14カ所の地方支社、75の工事事務所、98の管理事務所、8カ所の技術事務所は大幅に縮小すると。総裁以下の高級役員はすべて不要となると。もちろん、毎年注入されてきた約3500億円、平成11年の税金も必要なくなると。かなり詳しくやってますよね。というのが今日のところです。プログラムの4ですね。そして、明日、明後日ですね、プログラム5、公団のファミリー企業から資産を回収するというところですね。ということです。というのが今日の、推奨図書の朗読ですね。そして今日のメインテーマですね。現在時間が46分27秒。視聴されている方が同時期で56名様、全部で101名様、コメント31件ですね。今日のメインテーマですね。新しい企画として重要記事精読。今日は日本の人質司法をどうするかと、長期拘留や自白偏重に国際社会の批判ということで、これは今年の1月31日付のヤフーニュース特集編集部、これの企画記事なんですね。これ読みますね。かなり長いですけどね。で、2018年11月19日の夕方、日産自動車会長、当時のカルロス・ゴーン氏が逮捕されたと。それから約2ヶ月が過ぎた今も、ゴーン氏は東京拘置所に勾留されたままだと。刑事事件で逮捕された場合、日本では実質的に勾留期間の制限がないと。その間、面会時間は極端に制限され、容疑を認めなければ密室での厳しい取り調べを延々と続くと。容認すればするほど勾留が長くなると。否認だ。否認すればするほど勾留が長くなると。いわゆる人質司法だと。冤罪を生む温床といわれる人質司法とはどのようなものなのかと。古くて新しいこの課題、この話はまず鹿児島から始まるということですね。文が木の流一っていうのかな、写真矢島新ヤフーニュース特集編集部ということで、警察の態度は悪い注文じゃないと。鹿児島県志布志町は大隈半島の東側に位置し、志布志湾と向き合っていると。桜島は山を越えた西側だと。鹿児島市内から志布志まで、志布志市まで車で約2時間、そこからさらに山道を1時間ほど走ると、民家が10軒にも満たない懐集落に着くと。人質司法による冤罪で知られる志布志事件は2003年、この山深い小さな集落で起こったと。10件しかないんだ。鹿児島県議選で買収などの公職選挙法違反があったとして、集落に住む11人を含む15人を逮捕、13人が起訴され、後全員が無罪になった事件であると。志布志事件が起きた懐集落、今の住民は十数人ほどと。警察の態度は悪い注文じゃないですよと。逮捕される前の任意の取り調べの3日間くらいの時、部屋に入ったらいきなりこら藤山死刑にしてやるって言われましたと。事件で逮捕された一人、藤山素直さん70は自宅でそう話したと。10回は続くと。調べの間、机は蹴飛ばすわ、壁は叩くわ、壁を自分で叩いた刑事から手が痛いから罪を認めて
話してくださいって言われたこともありますと。それから1ヶ月近く、朝から晩まで延々とそんなのが続くんですと。暴力団よりひどいですよと。藤山さんは候補者側から現金を受け取った容疑をかけられ、逮捕後の勾留日数は185日に及んだと。取り調べ時間は任意の時間を含め538時間になると。特に支部署での任意の取り調べは熾烈だったと。藤山素直さん、机の上に両手を置けと言われてずっと同じ姿勢で、いさせられるんですと。辛くて手を机から下ろすと怒られると。刑事はこのままだといつまでたっても会社には行けんぞとか、お前が認めてくれれば俺が一生面倒を見るとも言ってましたと。同じことをずっと言われ続けると頭がぼっとしてきて考える力がなくなってどうでもいいやって思えてくるんですと。強圧的な姿勢で自白させる警察捜査手法は叩き割りと呼ばれると。任意の取り調べが始まって数日後、辛くなった藤山さんは容疑を自白してしまうと。自白すると逮捕され、接見禁止によって会えるのは弁護士だけになったと。逮捕後の取り調べは毎日朝10時から夜8時頃まで、取り調べ時には腰縄でパイプ椅子にくくりつけられて身動きができなかったというと。親を逮捕するって言われたことは3回ありました。でも一番つらかったのは取り調べ時間が長いこと、やってないと言っても同じことを何度も繰り返し聞かれることでしたと。過酷な取り調べが行われていた鹿児島県警の志布志警察署、これは写真ですね。刑事訴訟法では逮捕後の身柄拘束の期限は最長72時間、その時点までに起訴できなければ検察官は最大10日間の勾留を裁判所に請求できると。それでも起訴できずやむを得ない利用があると認められるときはさらに最大10日間の延長が認められると。勾留延長ができない場合、容疑者はすぐ保釈されなければならないと。しかし別容疑での再逮捕や追起訴があるために勾留期間はリセットされると。また起訴後の勾留期限は2ヶ月だが、証拠隠滅の恐れがあるなどと裁判所が判断すれば1ヶ月ごとに更新が可能で、更新回数に制限はないと。このため勾留が無期限に伸びていく現実があると。身柄を拘束したまま長時間の取り調べを受け、容疑を自白するまで決して社会に戻さない、それが人質司法であると。自白すれば外に出られると捜査当局。志布志事件の中心人物とされたのはこの県議選で当選した中山真一さん73であると。中山さんも厳しい取り調べの末、懐集落内で現金などを配り票の取りまとめの依頼などをしたとして2003年6月に公職選挙法違反で容疑で逮捕されたと。認めればすぐに出られると。罰金で済むと。何も失うものはないと警察はずっと言ってましたねと。同じ日、妻の茂子さん70も逮捕されたと。中山真一さん、茂子さん夫婦2人とも虚偽の自白を強要された。これ写真ですね。逮捕後は2人とも否認を続け、真一さんは2度の誕生日を挟んで395日、茂子さんは273日にわたって身柄拘束されたと。志布志事件では他の人が認めているからお前も認めろという違法性の高い尋問もたびたび行われたことが判明していると。真一さんはこれで一度だけ容疑を認めたことがあったと。家内が認めたって警察に言われたんですと。でも接見禁止で直接確認できず言われるまま自分も容疑を認めてしまった。ところがその日の午後、接見に来た弁護士に聞いたら家内は否認を続けてるって。そこまで嘘をついて認めさせようとしてるのかって。茂子さんへの取り調べも厳しかったと。警察や検察から金品が提供されたとする会合に行ったのを見た人がいると。違うというならお前は双子かと。お前は女優かと。
卑怯者などと怒鳴られたこともあったという。弁護士への不信感も募ったと茂子さんは振り返ると、保釈請求の却下が続いて不安になっていたんです。弁護士に力がないのかなって、それに警察がこの先生は民事に強いけど刑事は弱いと、他に変えた方がいいよって言って数十人の弁護士のリストを見せて、この人がいいって勧めるんです。もう誰を信じていいのかわからなくなりましたと。自宅で取材に応じる中山さん夫妻と、これは写真ですね。実際弁護団の保釈請求はこの間裁判所に却下され続けたと。最終的に茂子さんが6回目、新一さんは9回目でようやく保釈が認められたと。孤独で厳しい取り調べに耐えられず自殺を図った人もいたと。藤山さんの隣に住む、これ懐俊二さん70と。勾留は80日間、密室での取り調べ時間は計554時間にもなったと。懐さんが自宅近くの滝壺に飛び込んだのは任意の取り調べが始まって4日目、たまたま近くにいた人に助けられたと。懐さんはその滝壺の前で取材に応じてくれたと。飛び込んだ時はあまり覚えていません。でも取り調べは忘れたことがないと。警察は悪い人を捕まえるものだと思っていたのに、なんで私や中山だったのかと。なぜあんなことが起きたのかと。今でも理由はわからないと。警察も反省してませんと。警察がうちに来て謝るまで私の中では何も終わりませんと。厳しい取り調べを苦にして懐俊二さんは自殺を試み、この滝壺に飛び込んだと。これ写真ですね。拷問のような感じで、何日もと。志布志事件の取り調べでは常軌を逸した踏み地も明らかになったと。志布志港近くでホテルを経営する川端幸夫さん73は取り調べの際、警部補に足をつかまれ、お父さんはそういう息子に育った覚えはないなどと書かれた3枚の紙を無理やり踏まされたのであると。もちろん父が書いた文字ではないと。この警部補は椅子に座った川端さんの股の間から顔を出し、何でもするよと言ったこともあるという。やってないことを権力側がでっち上げると。拷問のような感じで何日もやると。取り調べ室でやられたら否認は続かないですよと。川端幸夫さん。志布志事件はその後警察による容疑のでっち上げだったことが判明していると。11人もの逮捕者を出した懐集落は当時7世帯、小さな共同体は大混乱に陥り、人々の日常は崩壊したと。11人の中には全員無罪の判決を聞くことなく、裁判の途中で亡くなった人もいると。被疑者の弁護に当たった鹿児島市の野平康弘弁護士は、接見禁止で外部との連絡を遮断し、釈放せず身柄を人質にとって自白させるという人質司法の手法を露骨にやったのが志布志事件でしたと話す。捕まった人たちの中には勾留中に自白し、公判の冒頭でも容疑を認めた後、保釈後に否認に転じた人が数人いますと。勾留中、捜査機関は丸1日でも取り調べができるので、被疑者との間に支配と服従の関係ができやすくなると。保釈後に否認するケースがあるのはそれが崩れるからですと。人質司法の最大の問題はどこにあるのか。野平弁護士は、被疑者が捜査機関のコントロール下に置かれ、最も重要な人権、自己決定権が奪われてしまうことですと指摘する。そして長期勾留を容易に認める裁判所の姿勢を批判したと。野平康弘弁護士と鹿児島市内の事務所、これ写真ですね。裁判所は人の自由を奪うことの意味を考えてほしいと。自白を強要する叩き割りは裁判所が保釈を認めないことにつけ込んだ捜査手法でもありますと。長期勾留の末に
無罪になっても失った期間は戻ってこないと。以前から人質司法に国際的な批判、人質司法に象徴される日本の刑事手続きは国際社会では以前から批判の的だったと。国連の自由規約委員会は2008年、取り調べに弁護士が立ち会う権利を保障するよう日本政府に勧告していると。同じく拷問禁止委員会は2013年、自白偏重の捜査や弁護人の立ち会いが義務化されていないことに懸念を表明。その審査会では委員から日本の刑事司法は中世のようだという批判も出たと。沖縄で再三問題になっている米兵犯罪に関しても2009年のひき逃げ事件の際、弁護人が立ち会わない取り調べを米兵側が拒否するという出来事があったと。日米地位協定の改定議論では、被疑者の権利が守られない日本の刑事司法の更新性が障害の一つとされていると。警察だけでなく検事による取り調べも同様の問題は起きていると。人質司法の下では長期間の勾留が続くと。100日を超えることも珍しくないと。1993年にはゼネコン汚職を捜査中の静岡地検の検事が参考人に暴行を加えて全治3週間の怪我を負わせ、特別公務員暴行陵虐致傷罪で有罪判決を受けたと。またリクルートの創業者で後リクルート事件で有罪となった江添博忠氏個人は次長の中で東京地検特捜部の検事から拷問に近い取り調べを受けたことを明らかにしていると。カルロス・ゴーン氏の勾留期間は長く指摘され続けてきたこの問題を改めて浮上させている。ゴーン氏の処遇に関して海外からは人権問題だと批判も出ているが、主要メディアの報道によると、捜査を指揮する東京地検の久木元信次席検事は昨年11月の定例会見で、それぞれの国の歴史と文化があって制度があると。他国の制度が違うからといってすぐに批判するのはいかがなものだと述べていると。これに関連し、法務省刑事局法制管理官室の担当者は今回電話取材でこう答えたと。国ごとの制度は様々で、一部だけを捉えて問題があるという批判は当たらないと考えていますと。我が国では勾留や接見禁止の要件、勾留期間などについては法律で厳格に定められていると。いずれは裁判官の審査を得た場合に限り、許される上、不服申し立てもできると。取り調べの弁護人の立ち会いについては、法制審議会の新時代の刑事司法制度特別部会で議論されましたが、取り調べの機能が損なわれる恐れがあると。弁護人が来なければ取り調べができなくなるなどの意見があり、導入しないとされましたと。東京地検特捜部に逮捕・勾留されているカルロス・ゴーン氏、これは写真だね。2018年11月18日、私のフランスの自動車メーカールノーの工場でフランス大統領を迎えた時のものと。被疑者にも自己決定権があると専門家と。被疑者の権利、過去について欧米諸国はどうなっているのかと。この問題に詳しい一橋大学研究科の歯科の教授を訪ねると、欧州では2013年に大きな動きがありましたと説明してくれたと。この年に採択された欧州連合 EU 指令は、取り調べに弁護人の立ち会いを求めることができると。弁護人が取り調べの時に質問できるようにするなどの義務化を加盟国に求めたと。現在まで加盟国で国内法が整備され、立法処置が論じられているのだという歯科の教授が言うと。一橋大学法学研究科の歯科の教授、これ写真ですね。弁護人の立ち会いや取り調べ前の弁護人との相談などが立法化されていると。供述の自己決定権を確保するため、弁護人の事前の相談と立ち会いが必要なんですと。日本国憲法も保障する黙秘権は単に黙っている権利ではないと。どの事項についてもいつどのように答えるか答えないかを被疑者自身が決める権利、自己決定権なんですと。
これを確保するため、供述を強要する心理的圧迫や誘導を排除することは必要ですし、どう供述するかしないかを決めるにあたって法律専門家の助言も必要だと。だからこそ録音・録画で取り調べの状況がチェックできるようになっても、取り調べ前の相談とともに弁護人の立ち会いが要求されているのです。フランスの刑事司法制度に詳しい神奈川県大学法科大学院の白鳥教授は、ゴーン氏の問題に関する批判には誤解に基づくものもあるとし、フランスにも冤罪事件はあると。それぞれの国に司法文化があり、どれがいいか悪いかは一概に言えませんというと。で、この白鳥教授が続けると、フランスでも自白は重要視していますが、日本のように自白を置くことは制度的にはできません。予診段階で勾留が長期になることはあっても、取り調べは数時間程度、弁護人も立ち会えます。勾留中の環境も日本とは全く違う。一旦逮捕されると刑務所に準ずるような環境に置かれる日本は、人権的に発展途上国並みだと思います。日本でも全ての被疑者に国選弁護人がつくようになるなど、少しずつ良くはなっています。でも、勾留によって社会から隔離し、弁護人の立ち会いを認めないまま自白を迫るようなやり方で、否認への制裁のような保釈請求の却下などはやはり問題ですと。保釈認めぬ裁判所、一方で、本当長いねこれ。一方で、勾留請求の 96% は OK と。人質司法が成り立つのは裁判所の対応に追うところが大きいと。検察庁がまとめた統計によると、勾留請求に対する裁判所の判断は2017年、許可が9万7357人、これに対して却下は3901人に過ぎず、却下率は 4% に満たないと。勾留期間の延長状況を見ると、6万2584人の延長が許可されたのに対し、却下はたった137人と。勾留期限が上限近い16から20日だった人数は、全勾留者の半数を超える5万7700人もなると。数多くの刑事弁護を手掛け、無罪判決も勝ち取ってきた、これは何だろう、読めないな。弁護士は勾留期間が約20日という長い上、実務上取り調べの受任義務があると。このため黙秘を行使するのは困難が伴い、忍耐力がいると話すと。そうですね。で、長時間の取り調べで人によっては警察の方が弁護人などより自分のことを考えてくれていると思うようになる。そうなると黙秘権があるというアドバイスも聞いてもらえないことすらあると。弁護人は限られた接見時間の中で必死に網を手繰り寄せ、なんとか信頼を保つようにしているのが実情ですと。弁護人は続けると、保釈とは裁判を待つまでの間、社会生活を送りながら弁護士と打ち合わせするなど、裁判の準備をするのに必要な制度です。でも勾留が続くと、裁判の準備が困難になり、仕事を失ったり家庭が壊れたりして、裁判が始まる時には生活がめちゃくちゃになっていることもあるんですと。志布志事件で警察から事件の中心人物とされた中山真一さんは、1年以上及ぶ勾留中、半年以上も接見禁止だったことが一番つらかったと振り返ると。接見禁止の間は毎日弁護人が来てくれましたと。接見禁止が解除されてからは息子や支援者が来てくれた。それが大きかったんです。でも今は年も取ったし体力も落ちています。もう一度あんなことが起こったり、今はもう頑張れない。あんな調べをしていたら冤罪は増えますと。高山真一さん、もう一度あんなことが起こったら今はもう頑張れないと。これ写真ですね。というのが長い文章でしたね。この文章を書いたのは木野隆一さんというフリーライター。自動車にまつわる環境エネルギー問題に加え、原発事故発生後はオンサイトオフサイト両面から事故の影響を追い続けると。著作に検証福島原発事故記者会見、
岩波書店ほかという非常に長い、記事を全部読みました。精読しました。ということで、これが今年の1月31日付のヤフーニュース特集編集部の記事だったんですね。でも問題は指摘されてますけど、全然これを本格的に、この人質司法をやめさせるという動きは全然ないですね。これはもう結局自民党政権を倒すしかないんですよね。いわゆる法律を現在の刑事訴訟法、刑事訴訟法を全面的に改めるということは、国会での勢力関係を完全に変えなくちゃいけないということですから、政権交代なんですね。だから日本の野党がこのことすらも政権打倒のための主要項目として、選挙公約としてどの党も誰も掲げてないっていうのは本当まか不思議ですよね。そして、ここで、部分的にしか言われてないですけど、この志布志事件で、警察そして検察の拷問的なでっち上げ、をした警察員、検事、そしてそれを認めた裁判官、誰も個別にですね、その責任を取ってないんですね。一部志布志の担当警察官なんかは鹿児島県警の内部のいわゆる戒告とか訓告処分を受けただけで、何の刑事的な処罰対象になってないですね。裁判官も同じですね。検察官も同じですね。だから日本の場合、いわゆるこのような人質司法と言われるまさに拷問的な取り調べで、長期間勾留し、そして拷問的な取り調べで、自白を迫るといったまさに国家権力犯罪ですよ。国家権力犯罪を犯した警察官、検察官、裁判官は一人も刑事訴追されないと。免罪免責されるというのは日本の明治維新以降の最大の特徴ですね。だからアジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇裕仁が最大5000万人のアジアの人々を殺したと。そのうち320万人が日本人という史上最大最高の戦争犯罪人である昭和天皇裕仁が何の咎も受けず、死刑にもならず、裁判にもかけられず、これはもう GHQ ですよね。そして戦後イメージチェンジして、名前を変えた新たな天皇制のトップに返り咲いて、国民はそのことを熱狂的に支持して、現在も支持しているというとんでもないことが起こっている。これと全く同じなんですね。ということで、この人質司法をどうするのかということはもう政権交代しかないんですよ。いわゆるアメリカ支配階級がでっち上げた傀儡政党自民党がなぜ70年以上も日本の政治権力、社会権力、司法権力等々を独占し続けているのかと。そのことの根本的な原因を探るという作業が絶対必要なんですね。それは私の言ってる傀儡政党自民党が勝つように GHQ が日本国憲法の中にすり込んだいわゆる時限爆弾みたいなもの、それがずっと作動していると。その最大のものが
あ、衆議院の解散権は首相の専権事項であるという全くの憲法違反の大嘘がまかり通って、野党が弱いと、野党に金がないという野党の足元を見て、大義名分をでち上げてですね、そして衆議院を突然解散して、総選挙を強行すると。そうすれば自民党が勝つのが当たり前なんですね。でさらに憲法41条の後半の規定に違反して、国権の最高機関である国会は唯一の国の立法機関であるという規定に反してですね、内閣がほとんど全ての法律を規範して、それを国会に閣議決定して政府が閣議決定して国会に提出して、おざなりの国会審議を経て、そして時間が十分経たということで、最後は委員会で自民党以下の連立政権側が動議を提出して強行採決して、そして本会議に回して多数決で強行成立させると、その繰り返しなんですね。だから全ての法律は自民党および自民党を支持する財界、金持ち、あるいは宗教法人、等々の利益のための法律の内容がでっち上げられてきたということなんですね。という、だから根本的な問題で、もうあれですよ、この傀儡政党自民党が日本の政治権力を独占していると、創価学会、公明党創価学会のカルト宗教勢力と連立を組んでですね、日本の政治を独裁化していると、その典型が安倍なんですね。でこの体制を根本から覆す政権交代を我々一人一人がですね、真剣に考えない限りこの国の未来はないでしょうね、はっきり言って。それはもう既存のプロの政治家に任せるとか、既存のプロの野党の政治家に任せるとか、政党に任せるとか、あるいはオピニオンリーダーに任せるとか、市民運動体に任せるとか等々のレベル段階ではないですね。もう我々一人一人が真剣に考えて、利権特権を拒絶する、認めない、いわゆる普通の人が主流となって、このとんでもない政治状況を根本から変えるための戦いに一人一人が決起するということしかないでしょうね。ヘチさん、安倍はどう見ても誰かに操られているしか思えませんと。そうですね。これは日本会議でしょうね。神社本庁日本会議。日本会議に伊藤なんとかっていうイデオログがいるんですね。彼がシナリオを書いてるんでしょうね。強行採決と。から砂月さん、終戦後73、敗戦後ですね、いまだに日米合同委員会の手で、支配される日本とサンフランシスコ講和条約違反というから、菜食ヒーローさん、とりあえず自民党という何も考えない国民が大半の中、私含め日本国民の民度を上げるのが重要な基礎ですね。だから草の根勉強会とか、あるいは家族勉強会ということで、いわゆるマスコミとか学者とか御用学者とか御用政治家、あるいは政府の言った嘘を見破って、真実事実が一体どこにあるのかということを自分たちで探し出し見つけると、そして共有化して、この日本国民の民度を上げるという作業が今必要なんですね。石さん、自民党 CIA によって作られた党だ
だとしたら、これは本当に大変なことかもしれません。でも、選挙で投票率が 100% になれば、間違いなく自民党は潰せると思いますと。投票率 100% っていうのはありえないですね。独裁国家では 100% っていうのはありますけどね。中国なんかそうじゃないですか。100% 近いですよね。あれは北朝鮮がそうだ。だからたとえ50% でもやはり、いわゆる我々が言う市民革命派勢力が日本では有権者の 10%、1000万人いれば勝てると思いますよね。だから自覚した、いわゆる自立した利権特権を拒否し認めない普通の市民が1%、10% 投票すれば日本は変わると。市民革命政権が樹立できるということでしょうね。フランスの冤罪事件としてはドレフェス事件があれも有名と、ストローカーンなどもそうということですね。からソニー・キンムさん、お茶ですな、お疲れ様です。ナズキンさん、高知白バイ衝突事件、これもひどいですね。ヘチさん、朝鮮が日本に支配されている時には日本の警察はまさに朝鮮の民主の敵で恐ろしい存在だと聞いていますが、日本国民は同じような存在のようにます。だから今そうなんですよ。特攻が対外的と対内的、国内的、同じ存在なんですよね。ヘチさん、警察内部が犯行の温床だという話をいくつも聞いたことがありますと、こんな自白供与も犯罪ではありませんかと。もう権力犯罪ですよ。それが何の権力犯罪が当然のように行われて、誰も処罰されないという無法地帯なんですね、日本はね。志布志事件、ウィーキですね、砂月さん、ヘチさん、国策捜査か分かりませんが、そんな疑いがある事件の時は戦前の特攻警察みたいになってますねと。特攻警察についてはよく分からないんですけどですね。だから戦前の特攻警察の官僚、いわゆる下っ端は5、6千人が、追放されたりするんですけど、いわゆる課長以上のいわゆる高級官僚ですね、特攻のその54名が戦後岸信介の傀儡、傀儡政党自民党に結集して国会議員になったんですね。それの全部の名簿っていうのを私はブログの中で、載っけたことありますけど、そうなんですよ。だから戦前の特攻官僚の54名といういわゆる幹部連中が戦後自民党から国会議員に立候補して当選して衆議院参議院議員になっている。だから自民党っていうのはまず戦前の戦争犯罪人とそれから国民弾圧の国家権力犯罪を犯した人間たちが再度政権中枢に戦後戻ってきたと、こういうことなんですね。というのが今日のメインテーマでした。かなり長い記事を全部読みましたけど、菜食肥料さん、ヨーロッパなどでは緑党が躍進していますが、日本の緑党は全然効きませんねと。もっと頑張ってほしいと。俳優の中村敦夫さんが頑張ってたんですね。自分の家も担保にして選挙資金を調達して頑張ってたんですけど、結局絡めてですね、元の与党っていうのは国民の青山大学、いや違います。日本会議の
イデオローグですよ。教授とかそういう表に出てないずーっと裏にいたいわゆる、天皇原理主義者ですね。ちょっと名前が出てこないですけど、後で、情報収集して、このコメント欄にアップしますけど、H さん今おっしゃったこと、これが今の日本の政治の問題の根本にあると思いますということですね。だから何が今日本の根本問題かってことを整理して、根源的なところでの問題提起をする人がほとんどいないんですね。どうでもいいような死を抹殺なことばっかり言って、根本的な問題提起がないから、いつまでたったってぐる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 同じところを議論しているということでしょうね。ということです。もう1時間86分29秒ですね。視聴されている方が71名、161名様、コメントが46件ですね。今日のメインテーマのタイトルだけでも URL、それで日本の司法制度っていうか裁判でおかしいのは、たとえこのように自白を強要した警察官、検察官、裁判官を含めて彼らを裁判で提訴する場合は、彼らの個人責任は提訴できないようになってるんですね。で、唯一できるのが国賠なんですよ。国賠で、結局個人ではなくて、例えば警察官を国賠で、ある警察官をこの職権乱用あるいは拷問的な取り調べをして自白を共有したということで、個人として刑事告訴しようとしてもほとんどの場合に裁判所は受け付けないんですね。で、唯一受け付けるのは国賠なんですよ。そうすると裁判官の個人名は消えて鹿児島県知事になっちゃうんですね。責任者県知事を相手にして鹿児島県警の捜査員のいわゆる職権乱用等々に対して、国賠裁判になっちゃって、結局負けてもですね、金で、税金で、払うということで、誰も傷つかないと、権力側は誰も傷つかないという制度がプットインされてて、個人の責任っていうのはいつまでたったって、刑事責任追及できないというまか不思議な裁判制度になってますね、日本の場合。ということです。今日のトピックスですね。これは長州新聞、社会主義対資本主義が前面にと2020年米大統領選めぐる争点ということで、6月1日付の長州新聞、これはなかなか面白い視点の記事なんで今日取り上げたんですね。それからこれはデモクラシーナウ日本語版の記事3つですけど、一つは市民権を
尋ねる質問を国勢調査に追加するのは白人の政治権力温存のためというアリー・バーマン記者に対する、インタビュー対談ですね。これは何かというと、2020年の国勢調査に市民権条項を追加しようとするトランプ政権の計画にグニマンダリング、不正な選挙区分けを専門としていた今は亡き共和党の上級ストラテジストが密かに関わっていたことが最近発見された文書が明らかになると。ニューヨーク・タイムズは先週掲載した記事の中で、この上級ストラテジストトーマス・ホフェラーをゲリマンダリングのミケランジェロと呼びましたと。このグリマンダリングっていうのは何かというと、いわゆる選挙区を自党に有利にするためにわざと区割り変更することなんですね。で、このフォフェラーは昨年8月に亡くなった時、彼のメモや文書で埋まったコンピューターのハードディスクを残したと。別居していた娘が市民権条項の追加は共和党としてヒスパニック以外の白人に有利となると。民主党にとっては不利に働くのは明らかだと記した2015年の分析を発見したと。国勢調査の担当者は、市民権条項を追加されれば650万人が調査に回答しないだろうと推計していると。これによって生じる過小評価は議会の選挙区割りから連邦予算の配分などあらゆるものに影響するということで、マザー・ジョーンズ氏の上級記者であるアリ・バーマンがから続報を聞きますということなんですね。から次、同じデモクラシーナウ、アリー・バーマン記者、投票の抑圧やゲリマンダリングが前例のない中絶禁止に道を開いたということなんですね。これ2つ目の記事ですね。で、このゲリマンダリングっていうのは何かという私の中ですね、これウィキペディアの中。ゲリマンダリングとは、選挙において特定の政党や候補者に有利なように選挙区を区割りにすることを言い、本来的にはその選挙区区割りが地理的レイアウトとして異様な場合を指していると。だから人工的に、自分たち、政権側ですよね、政権側が有利になるように、人工的に、区割りを変えるということをトランプがやってたっていうことですね。それによってこの、中絶禁止法が各州で法制化されちゃったという記事なんですね。から米最高裁判事がアダム・コーエンの著書を引用して人工中絶と優生学を関連付けと。コーエンは反論と。これもデモクラシーなんですね。選挙区の区割りまで手を入れるというのはもう完全にフ
ファシストの手法ですよね。そして、次、これが朝鮮日報、間違っても責任はない式の北朝鮮報道はやめよという例の今日の画像で紹介したハンギョレの社説ですね。マイナスさん。そして、アサンジュ被告の拘束請求を棄却とスウェーデン裁判所ということで、アサンジュ氏がもともとはあれだ、スウェーデン検察から逮捕状が出てて、それを逃れるためにイギリスのエクアドル大使館に政治亡命して7年間いたんですね。そしてエクアドルが態度を表変して、政治亡命を認めないということで、その瞬間イギリスの警察に逮捕され、現在なんか重病になって、医療刑務所の方に移ったって言うんですけど、元のスウェーデンの検察が再度このアサンジュをスウェーデンの方に移動させる逮捕状を請求するということに対して裁判所が拒否したというあれですね。でもともとアサンジュのそのスウェーデンのいわゆる女性に対する暴行事件というのがスウェーデン検察からの逮捕状の理由になってるんですけど、もう完全にそれはアサンジュを狙ったですね、でっち上げ、謀略ですよね。で容疑は要するにスウェーデンの法律では女性と性交渉を持つ場合、相手の承諾なしに、いわゆる、コンドームを使わないで、性交渉をした場合は告発告訴をされれば刑事事件になるという特別の刑事法があるんですね。でそれで、アサンジュは2人の女性から告訴されたということで、ですからこの完全にハニートラップでしょうね、やらせでしょうね。アサンジュがまんまと引っかかったということで、どうでもいいような罪状で彼を逮捕して、そしてアメリカに、移送して、彼をいわゆる国家の重大機密を遺漏したということで、重罪にするというアメリカ政府の意向を組んでスウェーデンの検察が動いたという、もともとはそういうことなんですね。でっち上げですよ。そして最後ですね、今日の重要情報、安倍首相と省庁幹部の面談記事が一切作成されなくなった。森友家計後に宣言した公文書管理見直しの正体というリテラですね。これひどいもんですね。だからもう完全に犯罪者集団ですからね。犯罪者集団っていうのは証拠になる文集は一切残さないということなんで、もう典型ですよね。こんなやつらに一日も早く政権から追い出すと。で全員を逮捕して裁判にかけて刑務所に一生送っとくということをしない限り日本はダメでしょうね。砂漬けになるスノーデンとかアサンジュの状況を見れば、日本民主停止、ちょっとわかんないですね。フェチさん、本当にそんなこと一般人が
一般企業がやってもいいんですかと。これは何のことを言ってるんですかね。民主的司法か。スノーデンとか3時の状況を見れば民主的司法が日本外で行われるとは言えないという。そうですね。要するに日本だろうが外国だろうが、いわゆる警察とか検察、あるいは政府権力が国家に歯向かうものに対してやることは全部同じなんですよね。安倍はそれができちゃうと。記録の残さなかったり改ざんしたりする。だからそのことを処罰する法律を自民党はわざと作んなかったんですよね。本来だったら法律があって、改ざんしたり公文書を改ざんしたり公文書を破棄したり、あるいは首相との面談記録を作んないとかですね、そういうことは違法であるという法律が本来はあるはずなんですけど、自民党は自分たちに不利になるためにわざと作んないですね。だからないからこういうことが公然と行われるということでしょう。ということで非常にもう100分超えましたね。今日メインテーマはずっと長い記事を精読したんで、それで時間がこれほど遅くなりました。現在、日本時間で22時59分、もう夜の11時になっちゃいましたね。ということで今日の放送はこれで終わりです。お疲れ様でした。たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきましてありがとうございました。ということで明日はフランス語放送やりますので、もしよろしければ合流してくださいということですね。ということで今日の放送これで終わりです。バッテリーがなくなるということで終わりです。終わります。